はい、皆さん、こんにちは。今回はガチで頑張る平面シャーシ。前回、紙マシンの駆動セッティングをしたんですけれども、前後のバンパーとかは取り付けてなかったので、サクッとね、こちらは取り付けました。リア側はね、ローラーステイをフルカール用に変更してあります。この方がね、マシンの挙動が安定するというアドバイスをいただいたので、こちらにね、変更しました。もう本当にね、プレートをただ変えただけ。ちょっとね、この辺の補強とか、引っかかり防止とかはフルカール用に合わせて作り直してはいるんですが、それ以外は特に変更がないです。それで、今回は、提灯の方を作りました。それがこちら、真ん中にアームがあるタイプですね。両サイドにアームを組み継ぎで作る提灯っていうのは以前作ったことがあったので、やったことないこのタイプのものにしてみました。今回はこちらの提灯の作り方をご紹介していきたいと思います。ただね、本当にね、難しかったんで、どんなプレートをね、使って、大まかいね、カットしたところとか、ざっくりなね、紹介になってしまうと思います。細かなところはね、本当にマシンに搭載しながら微調整して作っていったので、なんかね、わかりづらいっていうところあると思うんですが、参考にしていただければなと思います。こういった提灯作るの初めてだったんで、どういったね、パーツを組み合わせるのか、これがね、結構悩みました。特にこの真ん中のアームですよね。FMA だと、ここにモーターがあるので、これをうまい具合避けて、なるべく低く乗せれる、この形状にするのがね、大変でした。ということでね、まずアームの部分からご紹介していきたいと思います。使ったパーツは、主にこちらのフロントのマーチ。ちょうどね、ジャパンカップ2021のが出ましたよね。こちらを2枚と、この真ん中の部分はね、FRP のマルチを使いました。理由はね、4枚使うと、やっぱりね、コストがね、上がってしまうので、真ん中の部分はね、ちょっと節約のため、FRP にしました。このフロントのマルチをまず4枚同じ形状にカットしていきます。それがね、こんな感じで、ちょうど真ん中の部分、ざっくり抜いてあるところがモーターを逃げる部分になっています。とりあえずね、一旦この形状にして、次はこの4枚を貼り合わせていきます。これはね、もう瞬間接着剤で接着しました。4枚のプレートを接着したら、ここ、わかりますかね？ちょっと銀色に光っているところがあるんですけど、こっちだとね、この部分なんですけれども、これはビスを通して強度アップをしてあります。僕の場合は適当に 1.7 ミリの穴を開けて、ビスを通してカットして綺麗に仕上げました。そうするとこんな感じになって、このプレート同士が剥がれにくくなります。どうしてもね、瞬間接着剤でね、接着してるだけだと、何回も走らせてコースアウトして衝撃がね、加わると剥がれてくるっていうことがあるんですよね。次はこちらの提灯を垂らすプレート。これは以前使っていたものを流用しました。使っているのは、これ、フロントのカーボンワイドステー。これをね、こんな感じでカットしているんですけれども、結構ね、攻めた位置までカットラインが来ているので、少しね、強度面の方が心配なんですが、とりあえずね、これを使って折れてしまったらね、新たにこの辺のね、強度を確保した形状に作り直していきたいと思います。フロントについているこのプレートは、AT と連結する部分になるんですけれども、これはね、フロントバンパーの形状によって多少変わってくると思うので、それに合わせていただければなと思います。僕の場合はこういったバンパーなので、前はここからね、ビスを長くして提灯の方取り付けていたんですが、どうやらね、うまく乗せれる気がしなかったので、今回はこの真ん中の方にね、ビスを立てて乗せるようにしました。使っているね、プレートがね、端材でね、たまたまこんな感じのがあったので、それを使っているんですが、ここ2個に
穴が開いているプレートだったら何でもいいと思います。例えば先ほど出てきたフロントのカーボンワイドステーのこの真ん中の部分も3つ穴開いてますし、こういったフロントマルチも使えますし、言ったら直プレートもね、13mm ローラーが取り付けられるやつでもここ2個穴開いてますし、この横がね、丸くなっている直プレートもここ穴が3つ開いているので問題なく使えます。この辺はね、お好みのプレートを使っていただければなと思いますし、多分ね、割かし身によくやっていると端材でね、あると思うので、そういったものを利用していただければなと思います。これをこんな感じで、カットして取り付けられるようにしています。AT と連結する部分はハトメをかしめて、カーボンがビスで直接削れないようにしてあります。前後のプレートが出来上がったら、これをね、組み継いでいくんですが、この部分ですよね。どれぐらいの位置に組み継ぎの方をしていくのか。これはね、本当にマシンにね、当てがって位置を決めていきました。提灯を垂らすプレートは、この位置に一応切れ込みを入れて取り付けてあります。フロント側はこんな感じで切れ込みを入れて取り付けました。組み継ぎをする際の注意点は、プレートがね、ギリギリ押し込んで入るぐらいの切り込みの幅にしておくのが調整しやすいです。もうね、接着するときにね、ガバガバだと動いてしまって難しくなるんですよね。少しね、きついなぐらいでグッグッグッと押し込んで入るぐらいが後々まっすぐにね、こうするときに調整しやすいですし、接着もしやすくなります。あとね、この真ん中にね、ランナーをね、入れて少しおしゃれにしました。カーボンのフロントマルチと FRP のフロントマルチ、微妙にね、形状が違って、合わせると FRP の方が少しへっこむんですよね。その隙間にランナーを瞬間接着剤で貼り付けて、綺麗に面を出してこんな感じにしています。ただね、よく見るとね、少しで、ここの部分、隙間があってね、画面左側に寄ってるんですよね。これがね、ちょっと失敗したところだなっていう感じなんですけど、透明はね、わからないのでいいかなっていうところですね。この辺はね、やってもやらなくても単なる見た目に関するところなんで、お好きな方でいいかなと思います。前後のプレートを取り付け終わったら、やっぱりね、組み継ぎってなんか衝撃でこう外れてしまうことがね、僕はね、割かしあったんで、なるべくね、外れないように補強の方をしました。フロント側はこんな感じで、後ろからサラビスの穴を開けてロックナットで固定してあります。これで多少ね、こういう押さえ込む力があって、強度アップするんじゃないのか。あと接着がね、万が一外れたとしてもすぐにね、取れたりしないようにしてあります。でね、リア側の方はね、結構迷ったんですよね。同じようにね、穴開けてこんな感じでロックナットで留めて挟み込もうと思ったんですが、僕ね、先ほどご紹介した4枚のプレートを剥がれにくくする補強、微妙な位置にね、やってしまって、この下からビスを入れると、これにね、当たりそうだったんで、やめました。多分ね、コースアウトして一番ダメージがね、いくところは、この提灯を垂らすプレートだと思うんですよ。このプレートは結構、バーンバーンバーンって当たるから、ここのね、強度はね、強い方がいいと思います。なので今回は、アーム自体が折れにくくするのと、この辺のね、強度アップのために直プレートをカットしたものをこんな感じでね、両サイドに貼り付けました。あとね、ここ、組み継ぎで入れた後、カーボンを裂いたものを貼り付けて強度アップをしてみました。この部分ですね。これでもね、走らしていて壊れてしまったりしたら、さらなる強度アップを考えていこうと思います。それ以外やったことは、提灯がシャーシを叩く位置、こんな感じでね、作りました。これは、この部分をね、叩くようにしてみました。
ちょうど FMA シャーシの両サイドにビス穴があるんですよね。ここの部分にうまく叩けるように、提灯を垂らすプレートのこの部分、こっちで言うとね、こうなんで、この部分ですね。こう、山があるところの穴、ここにサラビス加工をした6ミリのスペーサーと、1.5 ミリの普通のスペーサー、ロックナットという順番で高さを出して取り付けてあります。そうすると、こんな感じですね。横から見ると。これで電池とかギアカバーを叩かずに、シャーシの両サイドで叩くので、精神性がね、上がってくれればなと思って、今回こんな感じにしました。あとね、やっぱ両サイドで当たるので、提灯のね、収まりがいいですよね。はい、ということで、今回はガチで頑張る平面シャーシ、提灯の方を作り直しました。このね、真ん中に通すタイプ、一度はね、やってみたかったんですが、見る限りね、めんどくさそう、難しそうじゃないですか。だからね、やらなかったんですが、トレッド幅、フロント狭めたかったっていうのもあるので、これはね、やるしかないなと思ってやってみたんですけど、何がね、大変かというと、やっぱりね、細かな微調整ですよね。しっかり収まりよく作るっていうのが難しかったです。この辺のね、微調整は、一気にね、こういったカーボンのカットとか、削ったりっていうのをしないで、少し削ったらマシンに乗っけて当てがって、まだ必要だなと思ったらまた少し削って乗っけて見てっていうのをね、繰り返してやっていくので、時間がね、とにかくかかるんですよね。ただゆっくりやるとね、失敗の方は少なくなりますので、こういったね、加工を行う際は、じっくり、ゆっくり、焦らず、作業の方を進めていただければなと思います。こういうね、ギミックとか作っていると、早くね、完成させてマシンに乗っけて走らしたいなって思うんですが、ちょっとね、その気持ちはね、抑えた方が、僕はね、いいかなと思います。大体ね、急いで作ったやつってね、失敗するんですよね。これもね、じっくりね、作ったんですが、今んとこね、心配なのは、この提灯を垂らすプレート、これの強度ですよね。この辺をね、走らして、壊れたら修正の方をしていきたいと思います。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。このガチで頑張る FMA シャーシ、チャプター2と言いますか、チャプター1がね、FMA の神に対決する。次のね、チャプター2はね、FMA の神にリベンジする。というね、目標で、さらなるパワーアップを目指していきたいと思いますので、引き続き見ていただけたらありがたいなと思います。というよりね、このタイプの提灯、マジでね、今、ボディ悩んでいます。これがね、提灯作るより難しいんじゃないかって今思っているんですが、その辺も楽しみにしていただけたらありがたいなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。